乗り心地いいタイヤ、ハンドリング、あと EHEV の加速感、このあたりねちょっと順番に触れていきます。で今回はサスペンションがね動き始めすごくしなやか、沈む方は動いてくれて、伸びる方はねそんなに伸びない、細かい操作に反応してくれるのもあって、でもちょっとねコツッとくるぐらいのところもある。少しペース上げて曲がるときなんかはフロントの方がね動きやすいですね。ロールするわけでもないんですけど、ちょっと踏んでいきますね。そんなロールするとかはないんですけれども、カローラクロスハイブリッドのマイナー前と比較すると、あっちはね車柔らかくてすごく動きが大きい。左男爵です。乗り味とか価格、グレード、あとマイナーチェンジで変更された点でね、ちょっとそのあたりに触れていきたいなと思います。今日はベゼル EHEV-Z の2024年マイナー5になります。価格を基準にした乗り味、印象を基本に関連する比較などを含みながら車の印象を述べています。ということでね、車乗ってきました。まずね、自分助手席にいます。映ってるかな。価格と乗り味ということで、グレードとかね、このベゼルハイブリッドはすごくね今状態シンプルです。 X があって Z がある。でパッケージオプションとして X にはハントパッケージ、 Z には、プレイパッケージだったかな。でお値段がね、一番下のが290万円で、次が300で320、360ぐらいの感じです。10万上がって20万上がって、3、40万上がるみたいな感じになっています。で今日のこれはね、Z320 万円の車です。でそうね、マイナーチェンジで変更されたところは、外装とそれから内装、このシートセレクターの周りの形がねだいぶ変わっています。すごくオーソドックスな形なんですけれども立派ですね。ベゼルらしいちょっとね、カジュアルもしくは個性が出されていたところがオーソドックスに変わって、でも光り物がねすごく使われていて立派です。あと乗り味に関する部分では多分ねフロントシートのクッション性が変わっています。座っていて思うのは着座位置を下げていくと、シートリフター下げていくとかなりフロントが上がっていく形になって、ブレーキとかで体を支えてくれる感じのシート形状になります。で本当ね、全体的に違和感なくてね、乗り心地にも悪影響しない範囲で、ちょっと固め、シートの表地の裏側にねちょっとウレタンフォームみたいな微妙にね柔らかい層があったりなんかして、なかなか凝っているシートになっています。でこの辺のシートの違いと、あとはそうね、EHEV の違いと、これやっぱり進化していまして、でそれからサスペンションがね変わっています。今日のベゼルね、そうね、全体的には運転している時に述べますけれども、縮みやすくて伸びにくい、そうしたねサスペンションの感じを受けます。基本的にはね軽快なんですけれども、跳ねるというよりね、跳ねにくくて下に動く時には柔らかいところがねよく効いているみたいな感じでね、動き出しがすごくスムーズ。じゃああとはね、運転席に移って続き述べていきます。ということで運転席に回ってきました。で同僚がね今助手席の後ろ側、左後ろに座ってくれています。でそうね、乗り心地の話の続き、やっぱりねもうこの辺ね少しちょっとポコポコっと路面してるんですけれども、一人の時より断然いいね。この状態に最適化されてるとすれば納得って感じのね乗り心地いいです。でね、一人の時も悪いかと言われればねもう全然そんなことないです。そうね、何と比べてというと、マイナー前のベゼルハイブリッド、マイナー前のベゼルハイブリッドね、Z と X、両方乗りました。で Z の方はねマイナー前でも良かったんですけれども、 X の方はねいろいろ乗り心地、ハンドリングちょっとねあんまり自分の好みではなかったというか、あれってこんな感じなのみたいなところがあってね。でそれらと比較してすごくいいです。それらというかね、
その X と比べたらもう全然いい。こっちの方がタイヤが大きいです。18インチのタイヤなので大きい。でもそれでもね、乗り心地確保されています。で、そうね、乗り心地いいタイヤ、ハンドリング、あと EHEV の加速感、このあたりね、ちょっと順番に触れていきます。で、乗り心地ね、このマイナー5のベゼルが、サスペンションがね、動き始めがすごくこうしなやかになりました。マイナー前の時はね、ちょっとゴツゴツしていて、乗り心地もタイヤ頼みだった気がするんですね。で、それによって温度差、昼間と夜とそこでゴムの硬さが変わってきますから、そこの夜差がすごく大きかったのと、それからね、X の方は、韓国ブランドのタイヤだったんですね。なんだったっけな。ごめんなさい。ハンコックだ、そうだ。ハンコックだったかな。それでね、タイヤによるところがちょっと大きかったのかなっていうのがありました。18インチの方はね、ミシュランブランドだったんですね。で、今回はサスペンションがね、動き始め、すごくしなやか。ゴムブッシュとかね、タイヤのあたりが柔らかくて、運転はね、ちょっと難しいですけれども、動きやすい滑らかさとバタつきと、それから運転のね、楽か難しいかっていうのは本当それぞれが微妙に噛み合って、神経質、紙一重、あと乗る人によってね、好みが出てくるところ、そこはあるんですけれどもね、乗り心地はもう断然いいです。沈む方は動いてくれて、伸びる方はね、そんなに伸びない、そんな感じ。ただそうね、 WRV、ホンダのこのベゼルと関係が近い車とかね、その WRV の方が重厚感とかいうのは感じるかな。そうね、ステアリング周りの面白さとかも、どっちもね、違う方向、もう全然違う方向で良さを持っていて、ってこんな違うのねみたいなところがあるので、このあたりね、ちょっと別の動画でも触れていこうかなと。で、乗り心地ね、1人の時でも悪くはないです。で、2人乗ったらホイールのバタつきが抑えられていて、快適さがアップで、そのあたりね、サスペンションが動きやすくて、ただ大きい段差とか行くとね、ごついところもありますけれどもね、よく言う当たりが柔らかいというタイプになります。それからね、タイヤの話いきましょうか。タイヤね、この X が16インチで、こっちの Z が18インチなんですね。で、当然タイヤの厚みも変わってきます。こっちが225の50で、 X の方が205の60だったかな。ちょっとね、厚み違うのと、それからホイールの大きさ違うので重さが違います。で、この、タイヤの大きさと、薄さと、重さの部分の話。まずね、タイヤね、その大きいから乗り心地悪い、エアボリュームが少ないから乗り心地が悪いというのはね、一概に言えないところがあるんですね。普通に走っていて、こういう路面で9割程度の場所は、タイヤのゴムの柔軟性とか、あとタイヤの構造的なしなやかさ、それからタイヤの重さ、このあたりにね、関わってきます。つまりほとんどの場面はね、タイヤの質がいい方が乗り心地がいいということになります。で、絶対的にエアボリュームがあった方がいいのは、ガツンといくようなね、段差を踏んだ時、例えばマンホールの蓋ですとか、よっぽど大きいね、段差とか踏んだ時ね、こういう時はタイヤにエアがいっぱいあった方が乗り心地がいい。それからあと重さの関係ですね。ホイールが重くなるということは、サスペンションが動きやすくなります。つまり柔らかく感じられるようになる。この差もあるので、一概にタイヤね、ホイールが大きいから、タイヤが薄いから乗り心地が悪くなるということはなくて、大体の9割ぐらいの場面はタイヤの質の方が影響してくるといったところをね、述べさせてください。でね、重さで言うと、サスペンションが動きやすくなるということは、バタつきやすくもなるんですよね。タイヤにかかる重さ、それからそうね、動きやすくなるということは、パタンパタンと抑えきれなくなっちゃうのとも近い意味がありますから、ちょっとここで回しますね。一長一短あるんですけれどもね、衝撃の弱さとかで言ったら、そういうことになります。タイヤ重い方が
サスペンションが動きやすいと。でほんとねこのマイナー5の Z ね滑らかな感じします。であとね今回価格の話をしているのでちょっと価格で考えてみますと、この車320万円なんですよね。 Z が320万円で X が290万円、まあどっちもね300万円前後ということになってきて、まあ結構お値段します。まあ装備もいいんですけれどもね、まあこういうのもついていますし、そうね、シートヒーター、ステアリングヒーター、まあいろいろついてねこのお値段なので、そうね、ハイブリッドで、まあ例えば WRV250 万にハイブリッド分で50万上乗せの装備20万上乗せとしたら、まあ高くは感じないですけれども、まあ逆にというかトヨタあたりと比べると、まあハリアーのガソリンモデルですとか、カローラクロスのハイブリッドですとか、まあ、ライバル関係がねその辺になってくる。まあそこと比べた時にどうかっていうとね、カローラクロスのハイブリッド、マイナー前、カローラクロスハイブリッドのマイナー前と比較すると、あっちはね車柔らかくてすごく動きが大きいで、ちょっと動きが速かったりなんかしてね、でそれよりは落ち着いて安定して、まあ何も考えずにね適当に走っても揺れにくいのは、まあこっちのベゼルの方になります。あと少しペース上げて曲がるときなんかはフロントの方がね動きやすいですね。そんなにねグラグラロールするわけでもないんですけど、ちょっと踏んでいきますね。そんなロールするとかはないんですけれども、そうね、少しフロントが動きやすいですかね。まあなのでやっぱりこうゆっくりこう切っていくと車の楽しみを味わえる。これはまあどの車も一緒ですか。まあベゼルもそうですね。でまあ飛ばす時の話で言いますと、ブレーキに関して、ブレーキペダルはちょっとペダルの剛性感弱いかな。日常だと扱いやすいんですね。唐突なところなくてハイブリッド車としてはすごい扱いやすいレベルになっている。ただ強いブレーキをしようとすると途中からねペダルがプニャーって中に入っちゃってね、まあ、ペダルのコントロールが難しいっていうのは出てきます。この辺りはマイナー前からまあ同じような感じですかね。であとね、EHEV の話、 EHEV のこのハイブリッドパワートレーンね、すごく気持ちいいです。ダイレクト感増してね、洗練されたっていう感じします。ここのところ2024年あたりからマイナーチェンジとかされてくるホンダ車、結構みんなそうですね。フィット EHVRS もそうでしたし、まあフリードはさすがに車重があるのと、このベゼルとは搭載しているバッテリーの量違うらしいので、まあ、制御違うんですかね。このベゼルハイブリッドの場合は、すごくねダイレクト感を感じられる。細かい操作に反応してくれるのもあって、でもちょっとねコツッとくるぐらいのところもある。まあ繊細な操作してればコツッとこないんですけれども、ちょっと気を抜くとコツッときたりね、特にスポーツモードなんかそうかな。どうしましょうか。左行きましょうか。スポーツモードにしているとアクセル抜く瞬間が一番きますかね。減速セレクターで、4段階調整ができます。でスポーツモードにして今4段階目なんですけれども、アクセル離すときはね少し神経を使う。このあたりも車のねサスペンションが動きやすかったり、タイヤに柔軟性があって、それからそうねゴムブッシュがこう動きやすい。まあこのあたり含めてちょっとねコツッといった感じが伝わってきやすいかな。まあそこまで気にされる、もしくは気づくドライバーでしたら、多分ねアクセル操作も丁寧、もしくはメリハリがあって要所要所は丁寧にゆっくり操作するはずですから、多分ねそんなに気にならないとは思うんですけれども、まあスポーツモードでね減速セレクター4段階目は特にダイレクト感強まって神経質になるといったね、まあそんなところです。あと燃費別の動画で撮っていますけれども、今走り出してこれ出していて、
22.8 キロぐらいが出ています。特に丁寧に走ってるわけではないですし、エアコンもついていますし、シートヒーターも使っている、こんな状態でね、燃費悪くない。あとそうね、でね、この先ちょっとくねくねの道なのでもう一回走ってきましょうか。でそうね、WRV がねなかなか別の魅力があって、自分的にはねすごく強敵かなと。でベゼルの方がね軽快なんで一般的には好まれそうなという気はしますね。 WRV の方が大きく感じられて、ボネットもねバーンって目に入っていきます。なのでこの辺すごく大きく感じられて、そうね、頭上もね少し余裕がある、そういうのもあって、あと乗り心地なんかもね、重厚感という言葉で言ったら WRV になりますかね。ちょっと硬くて、このマイナー5ベゼルと比べると荒っぽさもあるんですけれども、でも重厚だね。こっちの方が軽快。あまりゆっくり走ってるとあれですけれどもね、ハンドルも軽くて、で WRV の方がステアリングにいろんな情報が返ってきます。そういった楽しみを感じて走るなね、そっちで。こっちのベゼルの方もね、そうだ、さっき忘れてました。ステアリングの戻しの感覚がね強い時があります。場合によるんですよね。速度が低い時の方が戻る。ローキャスター的にというのかな、ローキャスター、ハイキャスターっていうのがあって、あとオフセットとかね、そのあたりのジオメトリーでこのハンドルの戻りっていうのはコントロールされてるんですけれども、それを超えてね戻ってくる時があったりなんかして、急にね、交差点とか特定の場面で来てく方軽くて戻る方はグッと戻っちゃったりとか、ウィーンって戻っちゃって、こうしたあたりが、フリードハイブリッド3代目ね、2024年に出たフリードでもありましたので、ちょっと似てるところはありますかね。似てる。で WRV は違う。それからベゼルじゃない、フリードのガソリンモデルもずしっと重くて、ちょっと違うところがあったりね、車によっていろいろですよね。でもこのベゼルのハイブリッドもマイナー前と比べるとステアリング周りね、いいのかなっていう気がします。じゃあということでね、この動画は以上です。よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。